こんにちは、コッパです。こちらの FS-A1F ですが、ようやく映像と音声が蘇りました。一山越えた感じではありますが、まだ細かいところで不具合があります。今回はキーボード周りの問題を解決していきます。まず最初はここですね。数字の5のキーやファンクションキーの F4 や F5 が押し込んだまま戻らないことがあったんで、おかしいなぁと思ってたんですが、私の目、かなりの節穴でした。最近気づきました。ほらここ。大穴開いてました。こんなとこ、なんで穴が開くのでしょうか。そういえば。店員さん、いくらスリムとはいえ、プレステ2を2台も上に乗せてはいけません。角がちょうど傷口に、ジャストミートしているではありませんか。運が悪いことにこの A1F はすでに分解済みで、キーボードのネジが1本止め忘れていました。まともに重さがかかってプラスチックが曲がって、あばら骨が折れたのでしょう。薄型のプレステ2だったからこれで済みましたが、初期型のデブッチョならキーボードが真っ二つになっていました。破片がまだ中にあるかもしれません。このキーボードはメンブレンシート式なので、適当にキーを叩いて、また破片にジャストミートしてしまって、シートを傷めてしまうと取り返しがつきません。テストは後回しにしてまず分解します。キーボードと基板の接続部、経年劣化でフレキが脆くなっています。なのに、がっちりと挟み込まれています。何度もつけたり外したりしていると、そのうちフレキがちぎれそうです。垂直に引き抜いてください。キーボードの分解で注意するところはここだけでした。キーボードもかなり曲がってますよね。後ほど力こそパワーで何とかしましょう。ネジ類は使われていません。コツコツと爪を外していくだけです。爪は柔らかいので簡単に外せます。開きました。猫の毛が少し入っていましたが、中は割ときれいでした。メンブレンシートも破れはありません。スポンジも破れていませんね。プラスチックの破片はどこでしょうか。一つ発見。もう一つ。奥に入り込んでいるのがもう一つありました。さてこれどうするかですね。まあ比較的きれいに割れているのでこれでいってみましょう。プラリペります。パズルに熱中しすぎて思いっきり見切れました。手の甲しか映っていなかったのでバッサリカットです。30分ほど破片と格闘してパズルは完成しました。穴以外の部分も上下に大きく割れていますね。広範囲に補強します。粉に一滴垂らして玉を作って持ってくるといっつも変なとこに落としてプラスチックを汚すので、最近は粉を先置きして液を垂らす作戦に変更しました。この耳かきがすごくいい仕事をします。こちら側も上からカバーを乗せるので隠れて見えません。見た目よりも強度を上げたいので両面から補強しましょう。
外していたボタンを戻します。がっちりしてます。めり込まなくなりました。いいでしょう。さて、効かないキーがいくつかありましたので、メンブレンシートも簡単に掃除しておきます。 IPA などは電動製のインクを溶かしてしまうので、ここで使うのはちょっと怖いですね。アルコールの入っていないウェットティッシュとから拭きでホコリだけ取ります。これ2枚重ねの内側に接点があるので、ホコリが入りにくい構造ですね。原因は接点とかホコリではないかもですね。から拭きでしっかり水分は取り除きます。ゴシゴシすると白い塗料が剥がれそうなので、叩くように拭きます。ぴっちりと重ね合わせます。ばらした逆の手順で組み立てます。入力テストです。まだダメです。シフトキーが全く効きません。スペースキーもたまに入る感じですね。接点不良やホコリではないようです。テンキーも入りにくいのがあります。方向キーも入らないことがあります。下キーは相変わらず調子が悪いです。キャプスとかなキーの LED ランプが光りません。LED の故障でしょうか、押せてないのでしょうか。もう一度分解しました。スポンジの状態をチェックします。キーが押し込まれた跡がついたまま戻りませんね。38年もののスポンジです。形があるだけまだ頑張ってる方ですね。スペースやシフトなどよく使うキーはどこもべっこりです。スポンジを新しいものに交換しようと探してみましたが、3ミリ厚のウレタンフォームがなかなか見つかりません。5ミリ厚のウレタンフォームは割とお手頃なものが Amazon にありましたが、3ミリ厚は手芸用で送料を入れて1600円。スポンジに1600円も出すのはなんだか負けたような気がしてちょっとね。ということで、あるもので何とかしましょう。その前にひん曲がった裏蓋を分からせます。
からこそパワー。元通りまっすぐです。 LED もチェックしておきましょう。特に問題ないですね。キャプスとかなキーもクッションがへたって押し込まれていないだけでしょうね。さて、問題のスポンジに取り掛かります。まあ要するに押し込みが少し足りないわけですから足してやればいいのですよ。ちょうどいいのがありました。脱脂綿、これを使います。程よい大きさに切りまして、へこんだところに肉盛りしていきます。これでいいのだ。無心で切って差し込んでの繰り返しです。でもこのスポンジは早めに交換した方がいいですよね。スポンジが劣化で破れるとメンブレンシートをプラスチックで直接叩くことになります。メンブレンシートが破れてしまいますよね。たかがメンブレンシートですが、この部品ってもう買えないんで電子部品を壊すより厄介ですよね。そうならないためにもスポンジ探しの旅に出ます。いいスポンジが見つかったら動画にでもしましょう。確認します。シフトキー OK、 スペースキー OK、 ZX OK、 点キー OK、 方向キー OK。 これでロードランナーができます。キャプス OK、 カナ OK、 オールクリアです。昔パナソニックさんは仕事でお世話になったこともあって大好きな会社の一つですが、一言言わせてもらっていいでしょうか。キーボードにスポンジはさすがに無理があります。価格競争の荒波でやっちゃいましたかね。こんなお茶碗を洗うようなふわふわスポンジじゃプログラマーの熱いタイピングを受け止めることはできません。チャンネル登録や高評価、コメントなどで応援していただけると大変嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。またね。